さあ今日もね、墓参り、年に一度の墓参りです。お盆なんでね。これね、これ大体6地蔵なんですけどね、どこでもちっちゃいのがあってね、これ1234567だからね、6.5地蔵ですね。今日はなんかね、続々感が少ないですね。なんでかな。去年を結構ここ歩いてると続々っと来たんですけどね。はい、こんばんは、ジャンプライブです。今日もね、お墓来てます。これからね、いろいろお話ししたいと思います。まずはこれね。水道がね、なんか壊れて出ないんですよ。だからもうちょっと水をね、押し込んで入れ替えるという、そんな状態です。まずろうそく攻め。恒例のろうそく攻めいきます。さあ、どこがいいかな。ほらほらほら。ほらほら。なんすかね。ほら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 。ほら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 。ね。よっしゃ。ね。これね、好きですね、ろうそくね。ろうそく結構好きですよ。いろんな意味で。ちょっとね、かっこよくしましょう。今日風がないから消えなくていいですね。よし、次は先行攻め。していきましょうか。ちょっと回し替えなんですけど、ここもね、やっていきましょう。はい。この墓の周りをちょっとぐるぐる見る前に、少しね、お話ししましょう。でね、まず、そのお供え物ってね、これね、節約パッケージ。これね、弟食べる。これまたね、恒例のね、ローソンの餅ロール。これ美味しいの。これも出てきますね。これ弟好きだと。それでね、桜餅。これも弟好きで、みんな食べて。ね。で、グミキャンディー。これおかんも好きなんですよね。置いておきますね。で、マンゴーサワーね。これ酒なんですけど、これはね、こういう甘ったるいのはね、弟が好きなんですよ。これ多分ね、親父好き、朝日ビールね。おかんは多分、キリンビールでしょ。で、今日のメインはこれなんですね。これ。はい、これ何かっていうと、じゃじゃーん。おかんです。はい。7月にね、
おかん死んじゃったんですよ。でここにね今日箱に入れて持ってきました。本来ねこの中入れるんですけどね入れません。はい、入れないです。であなたここにいてね、はい、こんな感じではい、僕が入るとこれで家族4人水いらず、はい、生き残ってるのは僕だけです。で弟死んだ、親父死んだ、おかん死んだ、で僕生きてます。はい、まあみんなね向こうからまだ人間やってんのねっていう感じでしょうね。おかんはまだ死んだばっかなんですけど、弟とかね親父なんかは多分まだお前人間やってんのかっていうような感じじゃないかなと思います。今回ね母親がね亡くなっていろいろね分かったことがあるんですよ。親父と、弟はね、まあ自分で弟は命絶ってるからまあ大人の選んだことだ。まあそれは仕方がないな。で成仏もしてるしね。で親父はまあ好き勝手して、出て行って、どっかの、何ですかねワンルームみたいなところで、心臓病で、入院したかな、そこで死んでる。入院して病院で亡くなったんですね。まあ好きなことやったんだなぐらいしか思ってなくて、あまり何の感情もなかったんですね。別に悲しくもなければ怒りもないしね、弟に関してもそうなんですけど、ただね何でしょう、母親が死んだ時はね、最後の肉親だったんでなんかすごくねショックではありました。悲しいっていうのがありましたね。でね、母親はね、一番こうよく喋って、コミュニケーション取ってたんで、毎日ほぼほぼ電話したりとかしてたんで、そんなになんですかね疎遠じゃなかったですね全然。だから一番気を許せる相手だったっていうのもあるんですけどね。だから余計に分かることがあるんですね。人はね、記憶でねできてるんです。それがね分かった。何を言ってるのかと思うかもしれないですけどね、人っていうのはね記憶で作られてるんですよ。だから記憶っていうのは自分の顕在意識の記憶だけじゃなくて潜在意識で、自分で意識してない覚えてないこととかそういうことも全部含めて、で前世とかも含むと、で、遺伝子もねご先祖様とかその記憶のない情報、それもね全部ね入ってるんです。なんでかって言ったらその親父からずっとね遡っていったらずっとこう面々としてるわけなんで、その記憶っていうのがね全てこう受け継がれていってるんですね。だから潜在意識の中で入ってるんですよ。前世もですよ。それが分かった。でなんでかっていうとこれ面白い話なんですね。うちの母親はねかなりね常識家で、あまりこう派手なことをしたりとか、こう人になんか嫌なこと言ったりとかやらないんですよ。どちらかというとなんか全部自分が悪いから気をつけなみたいなね、そういう消極的なとこがあって、あまり好きじゃなかったですそういうとこね。もう少しこう強くね言って喧嘩になってもいいようなところでもね、いやこっちも悪いしみたいなね、そんな考え方なんです。古い農家の
一番8人兄弟の一番末っ子なんで、そういう考え方になるのかなと思ったんですけどね。まあおとなしい方なんです。だからって暗いわけじゃない、明るいんですよ。性格は割といい方です。親父はちょっとねどうかなと思うところいっぱいあったんですけどね。で僕はこうやって危険な山とか行くじゃないですか。下手したら死んじゃうね。そういうとこ行くでしょ。で子供の時から危険なこと好きだったんですよ僕。例えばこう皆がやらないような高いところをよじ登って、2階から飛び降りてみたりとか、ローラースケートでも、45度ぐらいのこんな坂をコンクリートですよ、立ったまま滑ってみたりとか、みんなやらないんです。なぜか言ったら怖いんですよね。で僕はできたら面白いと思うんです。スリルが好きなんですね。で高いとここう問いのところこうね3階ぐらいまでこう問いを伝って上がったりとかね、とにかく危険なことをやってたんですよ。で悪いこともやりました。でね、なんでそんなことが面白いのかなってねずっと思ってたんですね。いろいろね一般的な遊びとかに興味がなかったっていうのもあるんですけれども、ずっとね、自分でも変わった趣味してるなと思ってたね。それはね誰に似たのかってね疑問だったんですけど、ようやく分かったんですよ。親父はね A 型で几帳面で表面が良くって、常識にとらわれて、ビビりなんですね要はね。だから人と揉めるのは嫌いなんですね。すごく嫌いなんです。気が短いんですけど表面がいいんで、だからもう内弁慶なんですね。で外面めちゃくちゃいいんです。そんな人はあまり無茶なことしないんですよ。問題が起きた時に困るからねやらない。だから親父に似てるわけじゃない。誰に似てる？だから自分自身で、母親にはよくね、あんたは子育て失敗したとかね、誰に似たとかってよく言われたんですけど、でその時にいや僕は誰にも教育されてない、自分で教育したってね、そういうふうに言ってたんですよ。教育型コンピューターみたいにね自分で教育しましたってね。で、自分でもね誰に似てるのかなと思ったんですけどね、亡くなって分かったんですよ。これね母親にから受け継いでるね感覚なんですね。あんなねおとなしくて真面目で常識的なことしかやらない母親が、なんでねそのやばいこととか危険なこととかスリルを楽しむようなとこね受け継いでるのかなってね、それはね亡くなってからずっと考えてたんですよね。母親の記憶で写真が出てきて、海外旅行に一時期行ってたんですよ。めちゃくちゃいろんなとこに行ってて、でね、アメリカとかハワイとかあんまり興味ないんですね。どっちかっていうとインドとか中東とかねそっちの方が好きなんですよね。変わってるなと思ってたんですけど、一つのエピソードを思い出したんですね。でそれは何かって言ったら、あれどこかな、エジプトなのか、インディ・ジョーンズとかでよく出てくるのとかあるじゃないですか。ああいうとこね、ああいうところ行ってる時になんかねボロボロのバスに、ツアーで乗って30人ぐらい乗ってたんかな。でなんかね3日間ぐらい乗ってたっていうんですね。でそれが途中ねドアが外れて、みんなでドアを、ね、持ってでなんか修理しながらねなんかね3日間ぐらいかけてバスでどっか行ったって言ってもね、そんなん嫌やわって思うじゃないですか。それにねすっごい感動してたんですよ。すっごい楽しかったってね、そんなことあってこんなん持ってみんなでワイワイこう大丈夫かなとかって言いながらバスで旅したっていうものすごい喜んで、それを思い出したんですね。あっと思ったんですよ。実はそういうね冒険みたいなことが実は好きな人だったんだっていうのが分かって、
で僕がそういうね山登ったりしてるのもそこから来てるんだっていうのがようやく分かったんですよ。これね皆さん絶対何かあるんです。あるんです。今好きなこととかやってることとか好みとか性格とか、これねほとんどね自分で僕のこのジャンクヤードの個性と思ってたんです。ほとんどね家具っていうのはもうほんのちっちゃいものだと思います。どっから来てるのか分かんないですよ。でもねそのこう一つの人格とか性格とか今こうね喋ってることとかも全部含めて生活してきたことも含めて歴史も含めてねこれはねほとんど親兄弟でおじいさんおばあさんで前世ご先祖様全部これで構成されてるんだよ。これ全部構成されてる。自分だと思ってる違うんですよ。ほとんどが今まで生きてきて関わってきた人の記憶で構成されて今こうやって現在動き回ってるんですよ。これがね母親亡くなって分かったんだ。となるとねこれ弟とかもそうなんですけどこう父親の影響も受けてるわけです。もちろんね。で僕こうねカメラYouTube やってるからカメラとか新しいの欲しいなとか思うんですけど基本的にカメラ興味ないんです。分かんないです。難しくてね分かんないのよ。で分かんないんだけどでもなんかめちゃくちゃ欲しくなる時あるの。でよくよく考えたら親父カメラマンになろうと思った時期があったんですね。思い出したんですよ。ああそうか。これねだからね僕の前であんまりカメラいじってることはなかったです。もうその頃はね若い頃なんで。でもねそのね親父の潜在意識っていうのをもらってるんですよね。一緒に暮らしてるから。車好きもそうなんですよ。親父めちゃめちゃ車好きだったんですよ。キャロルとかねホンダ Z とかコロナクーペホンダクーペも乗ってたかな。とにかく車好きだったんですね。子供の時はそれは目の前で車乗ったりとかして楽しんでるのを見てるからそれは僕の潜在意識の中に入ってるから僕もそういうのを好きになったんだろうなとは思ってたんですけどそれだけじゃないですね。カメラなんかも親父いじってるの見たこともない。カメラが家にあったのは見たことあるんですけどカメラマンになりたかったっていうのもちらっと聞いたことがあるけれどもその頃はカメラに全く興味なくて釣りばっかりやってたんですよ。だからね自分がこう欲しいとかやりたいこととか望んでることってほぼほぼ記憶の中の人が欲しがってんの。よくね最近スピリチュアルとかでもよく言われるんですけれども、自分を満たそうっていうね言葉ねあんなもんねみんな分かってない。自分を満たすそうしたらこう引き寄せが起きるとかね自分を満たしていく自分を満足させていくこれの本当の意味が今話したことなんです。これの本当の意味知ってるのほぼいないです。100% いない 99% いないんじゃないか。自分を満たすっていうのは自分が欲求して例えばカメラ欲しいなねこれ僕今撮ってるカメラって15万したんですけどこれ買っちゃったんですよ。なんで買ったかっていうと僕は欲しいと思ったからなんですけれども違う今回はねこれ親父が欲しがってんですよ。僕の中のカメラマンだったのカメラマンのプロになろうと思ってた人なんでカメラ欲しいって僕は思ってるのは僕だけの意思じゃない。これね親父が欲しがってんのね。親父そうでしょ。あなたこのルナウルトラ僕の目を通して見ていいなと思ったでしょ。そういうことなんですよ。だからね欲しいってそれ面白いと思ってるんですよ親父が。だから僕が買うことになる。これねだから自分を満たすっていうことはご先祖様とか前世でお父さんお母さんその中の記憶ね自分の中の記憶ね
これインナーチャイルドとかも言うんですけど、これを満たしてるんです。だから極用してるんですね。これをね理解しないといかんの。自分を満たすってね散財することじゃないんですよ。バカみたいなことをみんな言ってるんですけど、違う。記憶なんですよ、自分の。だからなんかねカレー食べたいなとかって思った時とか、ご先祖様とか、まあ、例えば弟とかね言ってるのかもしれないですけど、だからそこらに浮遊霊がピュッと入ってきてカレー食いてとかって言うと、なんかその日カレー食いたなとかってなるんですよ。でそれ食べると成仏して上がってくれる。このことを理解しないとダメなんですね、生きてる人間っていうのは。自分の中の自分の体だけじゃない、魂とか精神とか心とかっていうのはもうほぼほぼね、何パーやろ、90% ぐらいご先祖様とか前世とかお父さんお母さんとか生きてる死んでる関係ないんですよ。全部それでできてるの。悪いとこも全部ね。だから子供の時にいろいろねネグレクト受けたとかAC ね、アダルトチルドレンとかもそうなんですけど、それも悪い部分なんですけれども、記憶で構成されて、その記憶を癒していかないと治らないこと、回復しないですね。AC 治らないんで回復はできるんですけど、でその逆にこういう他人のね、他人というか親とか、まあ、兄弟とかそういうのも欲求してきてることを受け取って、で何々が欲しい、何々が食べたいとかって言ってるのも自分だけが言ってんじゃないっていうね、この仕組みをね、今日はね絶対に話す時だと思って、撮ってますね。おかんそうやもんな。うん、だから魂っていうのはそういうふうないろんな情報の組み合わせでできているという、そういうお話です。でこの母親はね今日 YouTube 出演していただいてるんですけど、これ僕何年か前に一回ね、母親ね、おかんね YouTube 出演してもらってるんですよ。概要欄にリンク貼っときます。あと広島のね魔女の館っていうんですか、シンデレラの館っていうんですか、あそこへ、連れてったことがあるんですよ。だからこれね今日骨になっちゃってるけど、これ2回目の出演ですね。おかんね、面白かったね、楽しかったよね。まあ覚えてなかったかもしれんけど、まあ深夜行ってね、遠いとこ行ってで早く入ってね、でいろいろ撮ったんですよ。まあ、賛否両論あって、年寄りをそのとこに連れて行ってどうすんねんってお叱りの言葉なんかもコメントでいただきましたけど、母親自体はすごく楽しかったようです。まあもともとそういう冒険みたいなの好きな人だっていうのが今分かったんで、まあ嫌じゃなかったんだろうなっていうのはあります。でもそんなとこもう怖いから嫌やとかってじゃなくて、行ったら行ったら面白い。だから2回目ね、他ね、まあ今これね捨て猫のような段ボールに入ってこうねここにいらっしゃるんですけどまあそういうことなんですよ。ね、でまあ弟はね、ね弟も車好き、めちゃめちゃ車好きで、僕より車好きだったんですよね。でね、で僕もめちゃめちゃ車好き。でまあ車もね、今修理出してね、またお金めちゃくちゃかかってるんですけど、まあ、人ってね、いずれ死ぬんですよ、ね、絶対死ぬんですよ。僕もきっと死にます、ね、で母親もね突然死んじゃったんですよね。電話かけても全然繋がらなくて、あれおかしいなと思って、でまあ月曜日ぐらいからおかしいなと思ったんですね。電話毎日かけてもね繋がんない。これダメだと思って僕ね
まあ土曜日仕事休みなんで行ったんですよ。だからちょっとフランし始めてました。匂いがねもうしてて、でね、なんでしょうね、綺麗に死んでましたよ。あれはね見たらすぐ分かった。こうやってね正座したままでね、正座してね、でねこうやってね、頭ここベタっとね顔を地面につけた状態で正座した状態で切腹したみたいな形でこう死んでました。うん。なんでしょう、僕死体嫌いなんですよ。こんなこと言ったらちょっとね冷たいかもしれないです。僕死体大嫌いなんですよ。写真とかで見る分にはいいんですけど、死体を触ったりとかできないですね。ものすごくね恐怖感があるんです。死んでやってるけれども、死体に関しては、生の死体に関してはすごくね恐怖感がある。多分これね、僕は前世でそういう死体処理みたいなことをやらされてたっていう前世があるんで、軍隊でね、無理やりパワハラみたいな、上官の命令絶対なので、日本だったらしいから、おそらく731とかじゃないかなと思うんですよ。大量の死体を、ね、こうやってた。だから僕それじゃないかなと思うんです。嫌いなんです、死体ね。だから母親でもこう触ったりできなかった。だからまあ逆に死体の死に化粧とかやるああいう人がねすごいなと思うんですけど、僕できないですねあれ。とにかく触らない。いやで、匂いがする。腐臭じゃなくて死臭っていうね、独特の匂いがするんですよ。鼻で匂おうと思ったら全然匂わないんですけど、スーッとね頭の中入ってくる匂いがある。油のなんか乾いたような何とも言えないね薄い匂いがあってね、すっごく嫌なんですよね。刺繍っていうのはよくねフランした匂いのことを言うと思っても違うんですよ。鼻で嗅いでるんじゃないですね。脳で嗅いでるっていう、そんなのが本当にあるんですよ。うん、僕いつもそのね刺繍っていうのを感じるんです。だから怖い。うん、でね、あんだけ元気だった母親が突然死んでこうなってるから、大体死因は想像できました。心臓病です。で検視の結果も心臓ですね。だから急死なんですよ。痛い、もうあかん、もうあかんわって言いながら多分死んでます。だから亡くなり方としては苦しまずに、ほとんど苦しまずに亡くなってると思うんで、それだけはまあ救いかなって思いましたよ。で顔はね隠して見えなかったんです。でもねこう地面畳に顔がついてるんで、顔が腐乱してるんですね一番。だから畳の顔の部分はシミがついてたんで上げたんですけど、僕はもうね死体見なかった。警察来てこうね、顔を見ますかとは言わないです。見ない方がいいですよって言われるね、フランスの方で。そこでね見るべきなのか見ないべきなの、見ない方がいいのか悩むとこですよね。よく事件とかに巻き込まれて殺人とかね、あれはやっぱりこう最後どんなんだったかって遺族の方よくねそのぐちゃぐちゃになった顔とか殴られて見るって言うんですけど、まあそれは分からなくもない。どんなひどい目に遭わされたのかっていうのは知っとくべきっていう。でもこう病気で亡くなって倒れて腐乱してるっていうのはこれね想像してください。母親がね目の前にいるとしますよね。おかん腐乱した顔見ていいって言った時に何て言うかなんですよ、イメージがね。そしたらこういう人もいるかもしれない。あんた私の最後見ないの白状っていうような親もいるかもしれない。好きにしっていう人もいるかもしれないし、いやもうそんな姿も見んといて言う人もいるかもしれない。でね母親はどれかなってすぐ出てきたよ。
もうあんたそんな私のそんな顔ね、もう見んといて。頼むからもうそんなん見んといて。母親はね、絶対そう言います。で、これはね、僕の記憶の中の母親に聞いてるんですよね。これが霊界通信なんです。実はね。これは霊界通信。これ自分の想像で言ってんじゃない。イメージ、自分の中にいる、ね、母親っていうね、自分の魂の中にいる母親に聞いてる。これ繋がってるんですね。母親の霊と。自分の魂の中にいる母親に聞いてる。これ繋がってるんですね。母親の霊と。これが、あの、霊視なんですよね。はい、まあだからね、これも、自分の中の母親っていうのは、自分の中で生きてるわけです。だからね、面白いのがね、これ、焼き場持って行って、で、連れて帰るでしょ。だから、まあ大体その、よくドラマとかの最後のお別れなんで、とかってよく言われるじゃないですか、焼き場とかでね。違うの逆だよ。ね、別れて、焼いて、ここから一つになる。わかりますか？これね、わかんない人もいるかもしれない。死んで別れる。死んだら一つになるんです。母親の霊と親父の霊、弟の霊、魂。一つに。この感覚は今回ね、母親の時にね、分かった。分からなくてもなってんですよ。なってんですけど、理解したっていうことですね。今まで生きてる時の方が別々です。母親と俺。ね。で、父親と弟とこれ別々なんです。死んじゃったら、違う。別れる。一つ。これでようやく一つになるんです。一つの話。カメラ欲しいな。あ、親父がカメラ欲しがってるのか。まあじゃあお金もあるし買おうか。お金ないのに買うとかはダメですよ。その現実問題があるんでね。そういうのあるんですよ。不思議でしょ。これがね、魂の世界。いろんなスピリチュアルの人がね、いろんなこと言ってるけどね、違う。あんなもんは全部ね、上っ面。本当のね、話なんです、これ。これが本当のスピリチュアルの世界なんですよ。魂の世界ね。スピリチュアルっていうのは魂ですからね。で、まあ不思議なのはね、亡くなった時はね、窓が全部開いた状態で、こたつがあってね、こたつの前で、切腹者みたいな状態で倒れると、うつ伏せになってね。でね、ここにこのぐらい扇風機が動いてるの。1週間ずっと。で、全部窓開いてるんですよ。不思議だったですよ。だからね、腐敗がね、少しで済んだんですよ。これ全部計画してるんですよ、魂。本人わかんないですよ。全然意識もないです。でもね、暑いから、クーラーかけてないでしょ。暑いから、窓バーって開けると、ものすごい風通るんですよ。団地5階のね、山のとこなんで、ものすごいいい空気が入ってるんですね。それがね、全部ね、開いてて、風がビュービュー吹き込んでね。だから匂いもそんなにひどくなかった。これもね、不思議だったんですよ。僕が見つけるまでなんとかね、ぐっちゃぐちゃのドロドロにならないように、ちゃんとね、用意して亡くなってるんですよ。これ偶然ってみんな思うかもしれない。違うんですよ。全部計画なんですよ。不思議ですよ。ね。不思議だわ。ね。これ全部霊的なこと。霊現象ってそういうところなんです。現実の世界ってね。幽霊が出るとかそんな話だけじゃない。これが実際の霊現象。そうなんですよ。だから綺麗に死んでるのはそういうことなんです。でね、こう、電話をね、僕も金曜日は繋がってて、土曜日も繋がらなかった。日曜日も繋がらなかった。
で、月曜日ぐらいになったらおかしいなって感じて、出ない時もあったんでね、もうそうかなと思ったら、月曜日、火曜日ぐらいから、これおかしいなと思って。で、水曜日も、ずーっともうね、20分ぐらい電話ずーっとね、かけっぱなしで出ないんです。何回かけても。そうしたらね、どんどん分かってくるんですよね。ああ、こいつはもうちょっと死んじゃってるなっていうのがね、なんとなく分かってる。でね、電話かけて何回もコールするでしょ。しつこく20回ぐらいとかね。絶対出るんですよ、どっかでね。母耳遠かったりとか、携帯違うとこ置いてても、その日の晩とかに10回、20回かけて絶対1回ぐらい出るんですよ。出ない。で、かけてると、もうね、出るイメージが出てこないですね。はいとか言ってね、出てくるかなって始めると、もうそのイメージさえ分からなくなって。もうこうなってきたら、もうね、直感で分かってるんですよ。死んでるっていうね。もうね、想像がね、できない。出てくるっていう想像ができない。いや、ない。絶対に出てこない。っていうのがね、実感として分かってる。これも霊感なんですよ。これ霊感なんです。そうするとね、電話かけるたびにノイズみたいな感覚があるんですよ。さーっていうね。もうこうなってくると、あかん。死んでる。もうそんな感じ。受話器、ね、プルルルプルルって呼び出してる時からもうね、ノイズが感じられて、っていうね。これあかんなと思って。でも慌てて、土曜日はもう稽古があるんですけど、行かずにもうそのまま朝一で家行ったらもう部屋の前ピンポンピンポンやってもあれなんですけど、もう出てこないですけど、もう部屋の前行ったらもうノイズの感じがさーっていうね。あれ不思議ですよ。次元が違うんです。死んでるところって。さーってね、ノイズが感じられる。で、郵便ポストとかこう、ね、ドアのカッと開けて、覗くと、覗いて聞くでしょ。耳に。おかーんとかノイズなんですよ。これは生きてない。生きてない。で、ちょっとやっぱり不臭がするなって。食い物かもしれないかもしれない。不臭がする。多分、確実に死ぬ。で、耳に入れて、さーってね、ノイズのような感覚。これ死んでる。で、カチャカチャって入ったら、怖いなってね。いつもの部屋で倒れて、もうね、手はね、もう細くなってね、もうなんていうんですかね、もうね、生きてる人とも全然違うんですよ。だからって物かって言ったら違う、そうでも。何かわかんない。生きてる人ももうね、母親じゃないんですよ。だからって、魂抜けた肉体だから、ただの物質で、入れ物の、なんかその、もの的なもの、そんなものかなって。いや、そうでもないです。ものでもない。なんだこれはって思う。なんだこれはって。一体これは何を見せられてるんだと。ね。あんだけ生きてた、ね、元気で動いてたのが、こうね、もう痩せこけて、こんなんなってね、首のところにこう細くなっちゃってさ、髪の毛もバサバサって。何が転がってんのかな。ショックでした。病院で死ぬのとまた姿が違うからね、そのドアバーンと開けたらやっぱ死んでたっていうね、あれなんで。でね、一番しっくりきた言葉っていうのがね、変わり果てた姿。物でも人でもない。母親なんだけど母親でも。なんだ、変わり果てた姿。もうこの言葉が一番しっくりくる。情けない姿ではあったけれども、これが人が死ぬっていうことだなって分かった。でその死んでる姿はやっぱりね、写真撮ろうかなと思ったんですけどやめた。多分それはね、僕は
撮りたくないっていうのももちろんあるんですけど、撮りたいっていうのもあるんですよ、逆にね。こんな心霊やってるんで。で、一応ね、亡くなった後、ね、遺体を警察が検視に持って行った後の部屋の様子とかは実は撮ってます。また公開してもいいんですけどね。まあ、他のところのね、心霊スポットとか、古い廃屋とか行って、心霊、幽霊出てきてくださいとかやってるのに、自分のところはやらないのっていうね、なんかそんな卑怯なことが僕はしないんで、一応撮りましたよ。うん。撮りました。別に、なんていうんですかね、ぐちゃぐちゃでね、溶けてるところとか、そんなんはないんで、ちょっとこう、シミになってるのとこは撮ってますけどね。まあ、見たいんだったら出します。全然出します。僕のね、遺体を発見した直後の僕の表情なんかも、映ってますよ。普通の表情じゃないです。普通にしてるんですけど、自分では普通だと思ってるんで違う。普通じゃない。うん、まだそれね、公開します。まあだから普通にね生きてた人が突然亡くなって、特にフランし始めてるとかね、そんな状態で一人ぼっちで死んじゃったとかね、情けない姿です。でも僕もそうなります。はい、そうなります。一人で暮らしてる人もみんなそうなりますんでね、覚悟してくださいね。まあいいやぐらいで。ね、まあお骨もね、僕が亡くなった時に、亡くなる前に、だから僕はもうそろそろ、例えば80ぐらいまで生きたとするじゃん。そうしたらもうその時に、母親は、須磨の海に散骨しようと思ってます。それまでは僕のとこに置いときます。一緒にね。ここには入れないです。で、僕が亡くなった後は誰もいないんで、どうなるかは分かんない。どうでもいいです、それはね。でも僕が死ぬ前に母親は散骨します。僕はもうどっかの無縁仏に入るんじゃないかなと思う。これいただきましょう。うまい。僕もね、この桜餅大好きで、この桜の葉っぱあるじゃないですか、このちょっと塩辛いやつ、塩漬け。このあんこの甘みと、この桜の葉の塩辛さがね、大好きなんですよ。うまい。で、このもちロールもね、もう、平らげときます。だからこれ僕が食べるっていうことはね、個人も食べてるってことなんですよ。僕を通してね。いただきます。うまい。うまいね。親父も食べてる。ビール飲んでよ。おかんも。おかんはね、たまにね、ビール買ってたみたいなんで、ビール買ってきたんですよ。おかんまだ死んで、1ヶ月経ってないから、49日経ってないんじゃないかな。だからもしかしたらさ、この辺におるかもね。おる？おったら出てきて。姿出して。せっかく、俺が心霊スポット行ってんの知ってるやろ？ちょっと協力してよ。まあでも、姿出そうと思うとね、やっぱり相当なパワーがいるから、ちょっとやそっとじゃなかなかね、念がね、恨みがあるとかさ、なんかすごいのがない限りは、ちょっと出にくいかもしれないですね。霊能力のある人っていうのは、サイコゴーストって言って、幽霊になっても割と出てきたりとか、すごい現象を起こすんですよね。霊修行したお坊さんとかさ、あんなんは本当に人たたったりするから怖いよ。
まあ、いつものね、墓場ですよ。別に墓はね、怖いとこじゃないんでね。なんか話してるとき、若干続々とは一回来たんですけどね。続かないですね。結構、この辺来たら、続々と来たぞ、今。なんだろう。こっちかな、今日。こっちの方かな。なんか続々と来たな、こっちに来ると。そして、次の瞬間。ゾクゾクするよ。ゾクゾクするよ。ゾクゾクするよ。はっきりと、お母さんの声が入っていました。なんでしょうね。しかし、この声は、カメラの音声なのです。録画開始。音声が重なり、偶然名前になりました。ゾゾゾゾっとなんか、かすかに来ますね。結構クモの巣がいっぱい張ってて、うっとしい。なんか山川がゾクゾクするな、今日は。ここ割とね、声とか割と前もね、入ってるんですよね。ヘイホーとかなんかね、変な声入ってましたよ、お前。なんか山川がゾクゾク来る。なんやろう。こんなんとかね、花置いてるんですけど、これ、一体、誰が祀られてんのかな、わかんないね。ビールとかあるし。で、これ、外国人がよくね、これを飲みに来るっていうね、野生動物のようなね、外国人いますよね。アホですね。もうこういうのをね、ご飯とか、お菓子とか置いてると、タヌキとか、キツネとか犬とかね、猫が来て食べるでしょ、カラスとか。外国人全部、犬猫と一緒ですよ。犬猫と一緒。まあ、犬猫のは賢いかもしれないですね。なんかね、山川がゾクゾクっとくる。なんでしょうね、今日は。うわぁ、でも今もね、ゾクゾクゾクっと来てる。なんか動き出したかな、霊的に。ゾクゾクする。寒くないんですよ、今日は。蒸し暑いんですよ。
だけどね、寒気がすんの。うわ、寒い。あ、ゾクゾクくる。なんだろうね。なんだろう。誰か、帰ってきてる？やっぱりお盆だから。いっぱい、もしかして僕の周りにいっぱいいたりしてね。はい、これでね、今日のね、今年のね、お墓参り、恒例の心霊お墓参り、終了しました。今回はね、家族4人、全部揃うことができましたよ。みんな向こうでね、まだそんなことそっちでやってるんや。また人間やってるんや。大変言ってそう。ね。はい。まあ今回ね、母親が亡くなったことで、いろいろ分かったことをお話ししましたけど、なんか、そういうこともあるのかなってこう思っていただければいいかな。はい。それではね、またね、山もね、行きますんで、よろしくお願いします。さあ、おかん帰ろうか。あたは帰るんやで。ここにおるのは弟と親父だけ。おかんは帰るの。ね。ほな帰るな。ありますね。はい。はい、これね。帰ります。臭い。